魔女漫画第2弾メイデア転生物語。この世界で一番悪い魔女。漫画家は夏西奈々先生、原作者はゆうまみどり先生、キャラクター原案は甘市空先生です。あらすじです。この世界で一番悪い魔女と言われた紅の魔女の末裔であるマキアは奴隷の少年トールを拾い、共に魔法を学びながら育ちます。トールに恋心を抱き始めていたマキアでしたが、ある日流星群が降り注ぎ、二人に大きな変化が訪れます。この日マキアは自分の前世が日本の高校生で、トールの前世の男の子と同級生だったことを思い出すのです。一方トールは古くから伝わる救世主伝説の中に登場する守護者に選ばれ、マキアの元を離れ王宮へ行かなければならなくなります。無理やりトールと引き離されたマキアは落ち込みますが、トールと再会し好きだと伝えるためオートにある魔法学校に入学するというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は複雑に絡んだ転生です。前世で女子高校生だったマキアはメイデーエアとつぶやく謎の男に殺害されています。男は何度生まれ変わっても俺はお前を必ず殺すと言い残しており、マキアとただならぬ因縁があるようです。またマキアの世界には500年前にいた3人の偉大な魔術師に関する童話が残されています。童話に登場するのは黒の魔王、白の賢者、紅の魔女。紅の魔女の末裔であるマキアですが、読み進めていくとただの末裔ではなく生まれ変わりだということがわかります。何度も転生を繰り返しているマキア。女子高校生だったマキアを殺害した男は一体何者なのか。黒の魔王、白の賢者、紅の魔女がいた500年前に一体何があったのか。複雑に絡んだ転生の原因が気になります。2つ目のおすすめポイントは学園ファンタジー要素です。トールとの再会を望むマキアは入学した魔法学校で特待生になればトールがいる王宮に行けると知り、仲間を集め課題に励みます。この時男女2人ずつの4人半を組むのですが、この4人の関係性が好きです。個性豊かでそれぞれに事情を抱えたメンバーですが、課題をこなしどもに過ごしていくうちに友情が生まれていきます。学園ファンタジーが好きな方は必ずハマる作品だと思います。最後3つ目のおすすめポイントはマキアとトールの恋愛です。国単位の役目を負っているトールとただの生徒であるマキア。立場が変わってしまった2人の再会には時間がかかり、やきもきしますが、ちゃんと読者にカタルシスを与える展開が待っています。意地っ張りなお嬢様と好きな人をいじめたがるトールのやりとりをぜひ楽しみに読み進めてください。